ハロー YouTube、久保田望のアンテナ。ということで、後編アトリビューション分析について話をしていきたいと思います。実はアトリビューション分析はですね、どういう種類かっていうと、結局ここのコンバージョンに至るまでにどこを評価するのってことをいろんな形で考えてみたっていうのがここの5個の種類だっていうふうに思ってください。これは本当に立場によって分析のしたさっていうのは変わるわけですよね。ちょっと極端に言った方がこういうのって分かりやすいので極端な例で話しますけど、例えばさっきのサッカーの例だったら、自分がフォワードだったらいやいや待ってくれと、俺のシュート見てたかと、あのシュートの美しさ、俺が1点を決めたんだよって言いたいですよね。そういう時はこのラストクリック型っていうのを考えましょう。ラストクリック型っていうのは最後の広告だったり媒体っていうのが一番価値が高いんだよということが言いたいモデルですね。でそうじゃなくて、例えばゴールキーパーがいやいや最初の俺のやつ見てなかったのかというのを言いたい。例えばこれ、どういう時に使われるかというと、例えばテレビとかの CM とかで、大量にそのインプレッション発生してるよと。で、ある特定のキーワードで検索してきた人とかを特殊なキーワードとかで検索してくださいっていうふうに言っといて、そのオーガニックキーワードを起点というふうに考えるよみたいなことも実際のキャンペーンとかであるわけですよ。例えばテレビ広告で検索してねみたいなキャンペーンですね。そういうものっていうのを考えるときはこの起点クリック型とかっていうのを使いましょうっていうことなんですよね。こっちの方が、価値としては高いんだからそっちで考えようぜっていうことですよね。で、いやいやラストクリックも起点も言ってもちょっと無理あるんじゃないのと、もっと平和でいこうぜみたいな、もう全員みんな価値があったみたいなことを言いたいっていう場合は均等配分モデルっていうのを使いましょうということですね。で、いやとは言ってもフォワードって大事なんじゃないのと言っても最後シュート決めてたじゃんと、あいつと。だからあいつが一番高くてだんだん減衰していくんだよねというものを減衰モデルっていうふうに言いましょうっていうことですね。でもう一つ考え方があって、いや違うよと、実際の広告の現場では認知と獲得っていうこの2つがすごい大事なんだよという考え方もあるわけです。これを接点ベースモデルっていうふうに言います。認知のところが大事だよね、獲得のところが大事だよね、この2つを大切にしましょう。これを接点ベースモデルというふうに言います。こんなふうにアトリビューション分析ではコンバージョン発生に貢献した広告や媒体は何かということを分析するために5つのモデルを作り出したんでした。マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。